緑普及委員会の春日部紬です。実は過去動画で登場回数が一番多いカラーは緑です。ラブマリスタートはかなり苦しいですが、気合で多い土地を引いていく方向でいきましょう。お相手兵士デッキでした。これは厳しい。今のところクロックが控えめなのがわずかな希望ですね。2ターン目はジアトラの試練場をタップイン。これでハント達成して力戦の束縛が1マナになります。お相手はエデリンをキャスト。これは絶対に許せないので即追放です。お相手に対でアタック。4点入って残り15点。このターンは打ち消して、次に記憶の反乱打つためにアンタップインからです。さらに4点入って残り11点。シンレナに有効な除去が欲しいですね。ここは何が出てきても打ち消しです。2アクションされなくてよかった。ここで全除去を引き込みます。しかしまだキャストしません。ここで全除去して返しに対処必須のカードを相手に出されるのは負け筋になります。このターンはまだ耐えられるのでドローから入った方がいいという判断です。お相手はシンレナをキャスト。まとめて除去できるのでいい感じです。緑要素がついに見えました。7マナを目指すために土地もありかと思いましたが、さすがにこの2枚でしょう。このターンは予定通り全除去です。そこへの引き込みは X イコール土地タイプ足す1でマイナス X 修正します。今は5種類揃っているので全体マイナス6修正ですね。都合よく緑土地を引けてタイタンが確定しました。お相手はヨーティアの前線兵をさせ、ここアタック前に追放が正解だったのでガバです。1点余計にもらってしまいます。後の速攻2点は面倒なので追放しておきましょう。ではこちらは3秒のタイタンをキャストです。剣士は破壊するスペルはほぼ入らないので、ここは5点ゲインと再トークンでいいでしょう。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。アンタップイン2連打ですが10分動けるので強いです。基本的には切り崩しか力戦が序盤に打てるハンドがいいです。お相手グリクシスカラー。これ実は最強カードじゃないって思うゼッチの収穫者をキャスト。こちらは銀行破りをキャスト。最近はグリクシスの2ターン目2マナ経ってたら銀行破りは控えてます。打ち消しか削薄されて相手ターンで偶話着地されるのはしんどすぎるので、ゴブリントークンを除去して構えてエンド。お相手2枚ルーティングして、さらに偶話をキャスト。完全に打ち消しないと思われてますね。トークンは追放します。この空っぽの力戦はまあまあ役に立ちます。そしてドロー。土地が続くのはいいですね。どうせ構えても何もできないので打ち消されないうちにリソース回収します。これはなかなかのドローです。偶話が裏返り。さらに2枚ルーティング。その2枚捨てるんだ。書き消し探してるとかでしょうか。そしてさらに偶話をキャスト。ここ少し考えます。偶話は3枚中最低2枚除去しなきゃいけなくて、絶望将来は打たれたくない。ギックスの命令を打つのが一番綺麗な気もしますが、このまま除去連打で進むと苦しくなりそうので、反乱が前に行きます。こうしておけば気持ち将来打たれる確率は減るでしょう。お相手再び偶話が裏返り。2枚ルーティング。珍しいカードが見えました。ルーティングと相性いいし、インスタントで動けるカードなので採用してるのかな。お相手死体鑑定士をキャスト。これは裏目ですね。がっつりリソース回収されてしまいます。3点入って残り17点。こちらはエンドに予定通り記憶の反乱。この引きマウス引きするより反乱使ってよかったと思いましょう。こちらはギックスの命令で布告除去とパワーニーカの全除去を選択します。5マナとやや重いですが綺麗に流れました。3度偶話が裏返ります。
お相手さらにグーはこれで4枚目です。そしてゼッジの収穫者ギックスの命令でまた流してもいいですが、せっかくフルタップなのでタイタン行きましょうか。ブーワ破壊と斎藤くんを選択。ここ縦にしないのは単体除去なら別によくて、絶望将来を打たれるのが一番きついからです。これは想定内。収穫者は除去に使うようです。もしかして除去切れたかな。トークンのアタックを防ぐために銀行破りを立たせます。ここはもったいないですが、ギックスの命令を使用します。モードはトークン破壊とタイタン回収。もったいなく使った感じはありますが、得られた成果は大きいです。お相手目式の収集、デッキ覗かれて裏で持たれるのって妙な不快感があります。4度風話が裏返ります。お相手シオルドレッドをキャスト。打ち消しは別にいいかな。忘れずに銀行破りを使っておきましょう。こちらはドロー前にシオルを除去。シオル打ち消ししない理由は ETB がないからですね。相手のリソースを絞るのに使った方が良いでしょう。次にクリーチャー出されたら打ち消して、その次のターンにタイタンで危機時期破壊が綺麗な感じがします。構えてターンエンド。お相手死体鑑定士をキャスト。ここで打ち消しですね。考えてたことがピタリとハマって気持ちいい。お相手そのままターンエンド。こちらは3秒のタイタンをキャスト。モードは変わらずエンチャント破壊と斎藤くんで、お相手待ち構えていたようにのど首狙い。グリクシスは追放がないのがいいです。5点入って残り10点。さて何が来るかな。やっと来ました。絶望将来。ここで空の力戦が役立ちます。絶望将来で大きくドローさせなければ相手の攻め手は止まります。こちらはいいカードを引いてきました。銀の精査 X6 でキャスト。しかしこのドローはだいぶ渋いですね。4点入れてターンエンド。お相手死体鑑定士をキャスト。追放するのは当然。こちらのタイタン。ここもったいないですが刺激で回収します。死体鑑定士の ETB は墓地から追放させた時が条件になっているので、こうやって立ち消えさせたらドローできません。ついでに力戦も使えますが、かき消しされてしまいます。通ればエンドだったのでうかつなプレイでした。こちらは3回目の3秒のタイタンをキャスト。モードは盾と斎藤くんで、銀行破りに登場して、ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最後はタイコントロールいくぞ。これは全部揃ってる最強ハンドです。お相手は青白ポンです。2ターン目もタップイン。ならこちらは銀行破りでいきましょう。コントロール目線だと青白ポンって3マナの圧がないからこういう動きしてもいいのが楽なところですね。コントロールミラー特有のドロー棒展開、私は結構好きです。きつくなって安易な動きをした方がやられるやつです。我慢していきましょう。ここ放浪王警戒で3マナ立てる勝手話なんですが、盤面触れるカード多いのでさすがにそこまでは不要でしょうね。銀行破りは1枚目を使い切るまでは2枚目置く必要ないでしょう。タイコントロールは銀行破りが強いので大事に使いましょう。ここもドロー棒。ここまで使用されたスペルまだ合計2枚。
そしてここでようやく試合が動かせます。銀行破りの4点クロックが生まれます。これで相手からアクションを起こすように強要できるのが強い。7ターン目にして初の戦闘です。4点入って残り18点。そして銀行破りをキャストして5です。お相手国別をキャスト。明らかに苦しそうな動きです。ハンドには刺激も見えているので、ここは軽い気持ちで打ち消しましょう。ここでテフェリーとか着地できたら最高なんですが、残念ながらメインボードには入ってません。しかし都合よく打ち消しを引けました。お相手黄昏の強落からさらに黄昏の強落。ちょっと古いタイプの青白コーンって感じがしますね。そしてエンドに連携探索。コントロールミラーだと相手より多く土地を伸ばせるのが効きますね。そして引いてきました。終わりなき愉快。これはもう負ける気せえへん。どうせ捨てる切り崩しは使っちゃいますか。お相手トークンでジャンプしてダメージ入らず。さて苦しくなってきたお相手は次にどう動くか。ここ通してもいい説はあるんですが、相手が苦しそうなので打ち消した方が効きそうです。お相手打ち消し構えられるまで待ってたんですね。しかしこの終わりなき愉快、スペルも止められます。お相手は打ち消しをボトムに送りました。コントロールなら普通はトップにしたいと思うのですが、多分銀行破りを破壊するスペルがハンドにないので送らざるを得なかったんだと思います。相手の嫌がることを進んでやりましょうというのが対人戦の基本ですね。お相手メインでは動かず。ではここで刺激 X3。打ち消されない強力なリソース回収があるというのがこのデッキがコントロールに強いゆえんです。絶望せよ。さて盤面は継続してライフを攻め立てましょう。銀行破りに対登場でなんか考えてる動きですね。まあいいか。アタック。船砕きの怪物。全環境なコントロール感あったのでなんとなく予感はありました。でもこれ迂回で返せるんですよね。お相手の打ち消しにはこちらも打ち消しで対応。お相手はデッキトップを選択。これで次のドローも把握できるのでおおむね勝ちが見えました。お相手土地を置いたので船砕きの誘発は最高1回ですね。こちらは変わらず攻め立てましょう。銀行破りに対アクティベート。アタックです。お相手線砕きをキャスト。ここは当然除去します。アルガシコインってそういう品質な永久ループコントロールは許せないよね。ここを打ち消そうとしていますがラリコッパイで正解です。返しに国別打たれたら大惨事です。相手のライフは残り2点。ここ銀の精査を唱えるか悩んで構えてるポーズを取るためにやめたんですが良くないですね。多分一番相手の勝ち筋を潰せるのは X4 で打ち消しを探しに行くことでした。相手はどうせ打たなきゃ負けるので構えてるかどうかなんて関係ないですしね。そして対応策なくここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでツール対タッチ白コントロールでした。初期の動画でも上げているんですが、私はずっと刺激を使ったバントコントロールを愛用していて、それを何とかアップデートしようと思っていたんですが、バントカラーは正直戦えないなっていう結論に至りました。理由は1マナ除去がないのと集団疾走が弱いからです。今の環境は重いコントロールでも1マナ除去はまず必須です。なので切り崩しがあるスール対ベースにして
弱い全除去を補うためにそこへの引き込みを追加したら自然と白がタッチされたという感じですね。新カードはメインだとこの1枚。他にいいカードはもっとあると思うんですが、このスペルの墓地回収モードで刺激を回収できるというシナジーを活用したいなって思い入れてみました。墓地回収があるということでフィニッシャーはこれ。最近めっきり見ない産業のタイタン。青混じりが幅を利かすせいでジャンドが下火になったから見なくなっただけで、強さは相変わらずだと思います。白系が聖域の番人や法をフィニッシャーとしているように今の環境はトップメタのグリクシスが追放除去を持ちません。なので縦カウンター持ちのタイタンは同様に活躍の目があると思います。逆に言うと、相手はそういった除去耐性持ちを使ってくるので、この1枚ですね。ゴルガリカラーの万能除去にしては珍しく追放までついてるのが偉いと思います。ちなみに、このデッキタイタン2枚追放されるとほぼ LO して負けるので、一応それを防ぐために終わりなき愉快を入れています。ご覧いただいたようにこれと刺激のループで最悪相手の LO まで耐久できるわけですね。最近のコントロールミラーは割と LO 決着が多いので頭の隅に置いとくといいかもしれません。あと、赤単が無理すぎるので今回は最初から BO3 仕様で組んでいます。コントロールミラーではフィニッシャーをテフェリーに変える感じですね。アーシの BO3 知識は浅いので、こちらは検討の余地ありです。このデッキの強さですが、ちょっと続きでかなり下振れしたとこでやめちゃったのでラダーでは分かりません。一応その後にスタンダードイベントでは7勝できたのでまあまあやれるとは思います。ご覧いただいた通り、青白コンには有利がつくので、今後環境が遅い方に寄ってきたらいい感じになると思います。以上です。アルケミーで唯一バントコンだけ作っていて、そっちはまだやれると思うんですが、アルケミーって需要あるのかな？ないかな？まあ、そっちは気が向いたら投稿しますね。いつもコメント、いいね、広告、高評価ありがとうございます。フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。